模活時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー270、SD ガンダムフォース絵巻武者列伝ブカブカ編少年剣士ランマルを作っています。2004年に発売されたキット。塗装パートです。構成パーツをペイントするフリーハンド筆塗り動画です。素組みで作ったパーツはミスタースーパークリア艶消しを吹きかけ、ホワイトグレーの下地を色分け箇所に塗ってあります。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。色分けの1色目はゲームカラーのブラッディレッドです。頭部、腕部、脚部は面積広く、それぞれ色分け箇所がありました。鮮やかな赤カラーです。均一な色塗りになるように、ウォーハンマーカラーのテクニカル、溶剤塗料のラーミアンメディウムを水で薄めて使いながらペイントをしました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所は平筆、ハケを使って時短させ効率よく塗装をしました。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。濃いグレーです。手、脚部などに、モデルカラーのダークグレーです。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり、これらが何と言ってもファレホの魅力です。白を上塗りしました。モデルカラーのホワイトグレーです。胴体パーツ、腕部などに、下地、そして今回の上塗りでしっかり色は塗りました。ファレホの隠蔽力が強いのは顔料の含有量、比率が高く設計されているということと、その粒子一つ一つが細かく、そのため均一に塗れるという特性を持っていることによります。スポットで脚部に黄色を入れました。ゲームカラーのゴールドイエローです。この辺りから極細筆で丁寧に。次に濃い青です。モデルカラーのブルーです。兜などに。ファレホの標準的な青カラーです。少年剣士ランマルはガンダム軍団劣化隊の一員です。光の七人衆の一員である疾風剣豪ゼータの息子。母はメタス。100機組の副隊長、100式から1本取るほどの実力を秘めていますが、まだ実戦には立てておらず、父からもらったブカブカの波頭を装備して武者形態となります。色分けのメイン、一番塗装箇所、面積が大きかったのは、ウォーハンマーカラーのベース、レトリビューターアーマーゴールドです。BB 戦士、特に戦国伝のキットでは欠かせない金色。ファレホのいろんなメタリックと比べても、ゴールドでは屈指の粘性と隠蔽力を誇る優秀な塗料です。このパートでの色分け箇所では、兜、頭部、脚部、竹内、装甲などに全般に塗装部分がありました。下地も効いて一発で色が乗っていきました。ウォーハンマーカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く、隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社、ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。2026年春から順次下出るカラーから名称変更しました。ウォーハンマーカラーは発色は強い、隠蔽力高め。今回のゴールドに代表される金属色やコントラストは優秀。ちょっと使いづらい独特の蓋容器というのは下出るカラー時代から変わらず健在です。ベース塗料は顔料の濃度が高く、本来は下地として最適な塗料種。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装で使用した塗料はこちら。このパートで塗装に要した時間は約50分でした。頭部、胴体に、モデルカラーのライトグリーンです。明るい鮮やかな緑です。塗料は水性アクリルのウォーハンマーカラーとファレホを併用、オール筆塗りで色付けをしていきました。
塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。まずは軽装形態です。胴体パーツに右左と腕部を取り付けます。頭部をジョイントして完成です。フロントビューからリアビューまで。続いて武装して武者形態を作ります。竹刀は左足に取り付けます。胸の装甲を取り付けます。兜を装着して完成です。フロントビューからリアビューまで。これまでの制作記録から、武者列伝の最初のキット、ナンバー265、少年武者列丸です。胴体が上下パーツで分かれているなど、今回の蘭丸とはパーツ構成が異なります。赤を基調とした小武者。その列丸の父がナンバー267、烈火武者ガンダムです。ナンバー17、武者ガンダムのリメイクキット。光の七人衆のリーダーです。鎧が台座にして飾れるというギミックも王子のままついていました。そしてナンバー271、今回の蘭丸の父、親武者が疾風剣豪ゼータです。相葉も付属でケンタウロス形態も再現できる武者ゼータガンダムのリメイクキットです。ちなみにメッキパーツは付属していません。さらに光の七人衆は戦国武将ガンダムにパーツ流用で展開されます。ナンバー331、武田信玄ガンダムです。烈火武者ガンダムのパーツ流用、信玄ガンダムのリメイクとなったキットです。そしてナンバー332が上杉謙信ガンダムです。疾風剣豪ゼータのキットがベース。兜飾りのパーツ追加と成形カラーの変更がこのシリーズの基本でした。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー270少年剣士蘭丸塗装のパートで構成するパーツを水性アクリル塗料フリーハンド筆塗りでした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。